16時30分になりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けております。はい、メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829-310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それでは、はい、イントロの曲を挟んで、栗林さんにバトンタッチします。それではイントロの曲お願いします。はいはい、それではですね、栗林さん、はいはいはい、今日はですねゲストに、実は初回にこの、番組の初めに来ていただいたイランのカリムさん、ファダウェイカリムさんに来てもらってます。後半の我々の方も担当よろしくお願いします。改めてご紹介をしたいと思いますので、言いたい放題言ってください。よろしくお願いします。カリムと言います。今回まだいろいろ話あるのでよろしくお願いします。はい、ありがとう。さっき言われたようにね、日本に来られて、12年ですかね、はい、いろんなことがあったかと思います。でもやっぱりね、こう日本、そしてまた広島をね、それなりにね愛してもらってるんだなと思ってる。私らは本当に頼りにしてるんですよ。カリムさんが来てくれるとね、ちょっとこう盛り上がるからねその辺がありがとうございます。もともと俳優というかね、それを目指しとったいうことを聞いてましたからね、もう色男なんでね、これはテレビに見せたいところだが違ってくれないから使ってくれないいや本当ね、外国人のねいろんな芸能人いっぱいおるんですよ。で資格のある人やらそういうふうなね、だけどねセットで、音楽家なんか特にそうですね、はい、セットでね来ないと一人で舞台をできないんですよね。だからそういう意味ではね、日本に来られてねせっかくのね能力を発揮できない人いっぱいいます。僕はね、カリムさんはね、そういう芸能的なそういうあれもあるけども、やっぱり経営者だったから、イランでね、はい、本当にあなたのふさわしい職場でまたその創業とかね、そういうようなことを考えられたら、その時はまた面白いカリムスを見せてもらえるんじゃないかと期待しておりますよはい、もうこの歌素晴らしいね。僕好きになった本当に、この人をね、作詞者悲しかったでしょうねっていうね感じでね、雪のように愛が流れたと。もうちょうど冬なのでそれが本当だはい、いい曲ですね。それでは次はHow to 日本暮らし、またですね市の広報を説明させていただきます。これはねやっぱり各家庭に送られてくる無料でね、これ大事なものだと思います。こういう表紙なんでね、ご存知かな。これ市役所とかいろんなところに公民館とかですね。はい、そうですね。どこにでもね、これはね、これは必ず置いてありますね。廿日市、広報廿日市でこの12月ということなんです。でいろいろね紹介したところいっぱいありますけども、まず肝心なね6ページ7ページというところを開いていただけますか。6ページ7ページちっちゃい字でね、これ漢字ばっかり、こんなページなんです。これね何を言っとるか言うたら、あなたの地域の民生委員児童委員をこうリストとしてね載せとるんですよ。外国人の方でね廿日市の地域にねあちこち生活しておられるんですが、町内会長とかね班長さんっていうのは分かってる人も多いと思います。掃除をねどうしたらいいとかね、この町の祭りがどうとかね、イベントがあるとかそんなのあるでしょう。だけどね民生委員児童委員というのもあるんですよ。でこれをね重要な仕事をなさっとるんですね。でこれ特にね一人暮らし、そんなことでね心配なことがある人、あるいはね子育て初めてね子供ができて、日本でねどうやって育てたらいいんだろうそういうようなね悩んどられると思うんですね。そういう日々のね暮らしで心配なことがあればですね、こういう民生委員児童委員、子供のことも相談できるんですよ。そういうことがこの表でね自分の場所をこう見つけたらね、その担当者書いてあります。これね読めなければですね、市役所の健康福祉総務課というところがあるんですが、市役所にとにかく聞いて連絡先を聞くと
いうことができます。これを真っ先に私はご紹介をいたします。次はですね17ページなんです。これねずっと後ろの方になってね、こんな17ページです。17ページの下の欄にあるんです。これは何を言っとるかいうとね、留守家庭児童会の入会、これ留守家庭いろいろねお仕事やらまた怪我病気そういうことでね親御さんが子供の面倒見れない時あるでしょうね。そういう時にねこれできないからどうしたらいいって、そんなことじゃ困りますよね。だからそういう留守家庭の児童会というのがあるんだということを知ってほしいです。でそこに入会したい、そしたらね児童を預かっていただけるわけですね。入会児童の募集が今始まります。今月12月のね15日から30日までなんですけども、市のね広報の LINE っていうのがあるんですかね、 LINE で見るか、あるいはもう直接児童会がどこか分かればそこへ行って申し込み書を出してください。あなたのお子さんが小学校へ来年入学する、あるいは6年生になる、その間どの時でもいいですよ。これ対象になりますからね、そういうことを申し上げたいと思います。以上です。ではさあここからはですね、フリートークをしたいと思います。先月11月はねもう仕事が多かって A ちゃんはもうどうでもいいというぐらい辛かったんですけど、いろいろありましたね本当にね。はい。けん玉の、はい、時もねワールドカップですね。羽野さんも来てもらい、皆さんも来てもらってね通訳をしました。もう世界からね100何カ国でしたかね、すごいじゃないですか。それがしかも商店街の方へ来てもらってね、それを報道陣が取材もしていただきました。こういうことで次にはですね広島この実は NHK のねテレビで、コネクトという番組があってね、これは結構ね有名ですよ。で中国5県でこれは見とられるが、全国でも見ようとしたら見れるんですね。でこの、コネクトに実は A ちゃんがですね取材の対象になりました。25分ぐらいあるんですね。前金曜日に、夜の、7時半から25分間ぐらいあったかな。それの前半後半で、前半はですね太鼓の、方がね、とても素敵なあれがありましたね。で後半も A ちゃんということでね2つの番組を紹介してくださって、いつもの小野文江さんですね、アナウンサーが紹介していただいたんですけどね。しかしそれにしても NHK のねスタッフすごいですね。私はもうこの番組のために3ヶ月間ですねもう電話やメールでねいろいろとご紹介いただいておりました。で何回も取材に来られたんですね。すごいなこの取り組みはと思ってね感心してました。でもその最初の本番の時にね誰か来てくれないかな、本当に準備ばっかりしても来なければ困るなと思ったらね、もう偶然にもねゲストが来てもらった。私も見ましたけど偶然だったんですねいや予約かなんか事前に打ち合わせしてると思ったら本当にそうですね。その時にちょっと、栗林さんね聞きたいことあって、書きたいもの、それで電話したら言いますよって言ってもう階段登ったらもうね、扉開けたらえらいことになってるカメラがいる。びっくりしてもう戻って逃げようと思ったんですけど逃げられちゃ困るねいやとても素晴らしかった。自然体でカリムさんもねさすが俳優を目指しただけあってね、テレビでカメラすぐにね、もうさっと受けて、やってくれたんですね。もういつものカリムさんの様子でね。ですね。あとね昔からの知り合いであってね、2人の関係性っていうのもすごいいい関係。わざわざ作ったシナリオ作ってなんかしたんじゃないんですからねいつもこんなことでねなんかの折に来ていただけるのは本当私らも楽しみでした。そしてテレビには載ってないけどもね、みんなのいろんな相談を受けた発表会もねして、独自の番組で YouTube で、上げてます。プライバシーをね守りながらもやっぱりみんなで共有しないとねやっぱりね次に続かないんでね、本当にいろんな国の人がだいたい20カ国ぐらいの方が交代でね A ちゃんに、来られてね、相談もありますが
我々がまた相談し、そしてサポートしていただくことも多いしね。で居場所としてこう一緒に時々うさばらい話もねしてもらうということですよね。私はフィリピンの子どもたちもね行ったらもうマガンダハパンクニスタカもうフィリピン語でね何でも言ってちょうだい。学校ではねじっと黙っとってそんなんじゃダメ。もうバーッと自分を出してね遊びたいだけ遊ばして、そしてしかし宿題とかねそれも見させてもらいました。そんなことでね宮島の子どもたち小中学校生みんな高校に全員合格して、こんなね嬉しいこともありました。そればかりか就職というね支援、これもね外国人の方は大変なんですよ。で今特にね実はウクライナから始まって、そしてミャンマーですよね。ミャンマーの青年女性の方が多いですけどね、どんどん来てます。全国にね8万ぐらいで、広島も1万1700人越したとかね言ってた。もうそれ以上でしょうね。でそれがね技能実習生とそれから専門学校生なんですよ。専門学校行ったら日本語が例えば1年半ぐらいやってね、そしてそれからさらに、進んで専門の介護とかねいろいろ、進める人もいますし、いやそのまま就職していく人、技能実習じゃなし特定技能に入るというような人もいますけどね。そんなようなことでねその間の生活サポートをねさせていただきたいと思っておりました。カリムさんもいろいろちょっとやっぱり、イランから来とる人いうのはめったにないかと思うんですけどね、なかなか日本でねその仕事することについてはいろんなね悩み苦しみもあったと思います。そんなことで振り返ってどうですかね。私は栗林さんのやってるじゃん。まず外国人にすごい助かってもらっとるんですね、いろんな意味で。あとこの間の NHK の番組でもそういうの作ってもらって、私もいろんな人から言われたんですけど、みんな見たかなと思って、それでも日本人も、外国人の悩んでるところを分かってもらえるんじゃないかなと思ってるんですね。それで映画にいいことしてますなと思って、ぜひぜひね来ていただいたらね、お役に立てることも少ないと思うけどね、やっぱり窓口として私らはね一応話を聞いて、いろんな専門で羽熊さんのような国際交流協会、そういうところが多言語で対応する専門家がおるんですからね。そうですね。そういったところで紹介し、2年前にねできました外国人相談窓口ですね。本当に心強いことですよ。さまざまなね。そうで現地対応ということになったらまた我々の方にもね振ってもらってもいいしですね。そんなことでお互い連携しております。それでカリさん次のそろそろゲストのリクエスト曲のご紹介。広島でじゃん。はい、今の歌をね聴かせていただきました。どうでしょうか。もうここでカリムさんにね、やっぱりちょっと言い足りんかったことをね言ってほしいんです。私はもうやっぱりイランあなたでと会って初めてね、私は全く無知でしたよ。イランとかねそういった地域のことをね、もう日本人はおおむねそんなことだと思うんですよ。だからそこらがねやっぱりここは知ってほしいなということをね一言言ってほしいなと。そうですね、日本人とお話しすると、やっぱり、調べるよりイメージで考えて対応してるみたいな、例えばイランのことすごい暑い国って言ってるんですけど、暑いところもあるんですけどでも、大体天気は日本と同じなんです。寒いところあれば暑いところもある、緑のところあれば砂漠もある、そうですね、日本の大きさぐらいのところは砂漠なんです。まだ日本の大きさぐらいは緑日本みたい、日本の 4.5 倍くらいなのでいろんなところがあるんですね。そして歴史がねもうずっと、そうですね、歴史的って言えば日本の言い方わからないんですけど、その国の都市というか、国の都市っていうかイランが3007年で一番古い国って決まってるんですけど、
ちょっと難しいうんことなので、でもまあそんな感じですね。ですよね。歴史でも並んだペルシア文明はいのあるペルセポリスっていう遺跡が、は私も行ったんですけども、おー世界遺産がたくさんあちこちになるねほどね。イスファハーンっていう都市なんかも世界遺産で、うんもうそれを見たら世界の半分を見たっていうぐらいねことわざがありますね。ことわざがあるぐらいねうんすごいいいですし、テヘランなんかもね、国立博物館とかゴレスタン宮殿っていうのがありまして、はいもうあちこちに世界遺産があって、うんで本当にねイランの人って旅人にすごい優しいですよね。おーはいその話聞きたいんですよ。まあなんていうね、まあイランに行かないとわからないんですけど、イラン人外国人を見ると、まあ観光してるからいろんな困ってることはあるのは当たり前ので、できるだけそのあげることがもうメインとして、ですね見たらすぐ車止めてなんかあげる、水とか果物とか、あとうちに止めさせることも、はいもちろんすごい止めさせるんです、ね。私もいろんなところでナンっていうパンとかくれもらったりとか、あとチャイハネっていうお茶屋さんがあってお茶飲もうとかシーシャ一緒にしそうとかすごいね、家でねお茶もらったりとかすごいねあちこちでですね。白馬さんだからじゃない。いやもう日本人大好きですからね、おー本当に治安もいいですし、そうですかもう行くと全然ねイメージが、うん全然変わりました。なるほどねすごいね。いや日本もね昔はねよその地域から来られてもね優しく対応するのがあったんですけども、やっぱり外国となるとねちょっと構えてしまう、そこをイランの人は、ね、乗り越えてるからねすごいなと思った。治安的はイランがカナダと同じ立場になって、全く中東では隣国では全く考えられないほど治安がいいので、公園とかでも夜ね子供と家族連れで夜中の公園でねすごい綺麗な公園がたくさんあって、珍しいねそんなとこね。なるほどね。やっぱりそれは聞かないと分からなかったですよ。まあ行ったらもっとわかるんですですね。ぜひ栗林さんじゃあ連れてってください。ですね。私も行きたいですね。本当ねあとねすごいテレビとかで見たんですけどね、サヘル・ローズさんいうね、はいはい彼女がいたり、あとメイ・ジェイさんね、曲のね彼女がね、お母さんお母さんが、がイランの出身で、はい里帰りするみたいなテレビ見ましたけど、はいはいそうです。すごい綺麗なね街並みが。なるほどね。素晴らしい。はい。じゃあそろそろ行きましょう。はい、じゃあですね、はい、それではそろそろお別れの時間になってきました。この放送アーカイブ動画にして YouTube チャンネル広島でエイジアンからお聞きいただけます。いろんな英語とかですね、いろんな言葉に訳しております。はい、次回もですね、来月第2火曜日の午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。はい、ということで、お相手は廿日市市国際交流協会外国人相談センターハグマと、一般社団法人エージャンの栗林とゲストのはい。はい私は今この廿日市 FM 聞いてる外国人皆さんに対して言いたいのですけど、今いろんな悩みがあるので、私たち、エージャンあるから心配事ないので、困ったことあったらエージャンの方にもちろん連絡して、あと仕事でも、体気をつけてください、みんな。はい、それではありがとうございました。エージャンエージャン。世界の仲間、文化の違いを分かち合い、一緒に未来へ歩み